はい、皆さんこんにちは、わくぼりです。今回はこちらのヘラシギという鳥を彫っていきます。見ながら彫れる動画に近い形で、でも工程はもう少しパパッと紹介する形でやっていきたいと思います。今回のポイントはこの細い足、この足をどうやって彫っていくのか、そこも重点的に解説していこうと思うので、よろしければ最後までご視聴ください。はい、それでは木彫りの工程に入る前にヘラシギについて少し触れたいと思います。ヘラシギは渡り鳥で北はロシア、南はベトナムまで渡ります。大きな特徴はスプーンのような形のくちばし。このくちばしを使って干潟で餌を取ります。現在は世界で約300羽程度しかいない絶滅危惧種、鳥類界のパンダと言われているようです。とても可愛らしい鳥です。特徴を守りながら可愛く彫っていきたいと思います。はい、ヘラシギの下絵を描きました。特徴的なこのヘラのようなくちばしと水辺にいる鳥に見られるこういう長い足、これが今回の特徴だと思います。こちらの下絵は概要欄にダウンロードできるリンクを貼っておくので、ご自身の持っている木材に合わせてプリントアウトして下絵として使ってみてください。型紙の方ができました。今回のヘラシギのポイントとして足の内側、この空間は最初には取らないっていうのが一つ目のポイントです。内側を最初に取ってしまうと、例えばこの外側のところで荒彫りちょっと失敗したってなった時に、ここで荒彫りもやってしまっているとこう逃がしていけないというか修正ができないので、最初のうちは内側は取りません。もう一つ側面の型紙としてこちら側は普通に取っているんですが、前側は少し余裕を持って取っています。後ろ側は多少力が加わってもこの位置だと大丈夫だと思うんですが、前側これを足の通りに荒彫りしてしまうと力が加わった時に足が折れてしまうかもしれないと思ったので多めに残しています。今回僕が使う木材はこちらになります。材質はジェルトン、正面が6センチ、横幅が9センチ、高さが12センチになります。この高さは台も含んだ高さになります。同じような木材が手に入らないという方は、ダイソーで売っている100均の木材、これを6本寄せ木したものが、ほとんど同じサイズになるので、こちらで代用できると思います。中心線を引きます。今回中心線が必要なのは正面図だけなので、正面と後ろ、あとぐるっと、上と下引きます。木材に中心線を引きました。正面、上、裏面、底面ですね。それとこの下の台の高さに合わせて、ぐるっと一周引いています。木材の正面にも裏にも、型紙を写すことができました。これができたら次にやることはノコギリを入れるということです。はい、ノコギリを入れました。ノコギリどういうところに入れるかっていうと、こういう風に入り済みになっているところにノコギリを入れています。くの字になっているところ、このヘラシギの図面だと1箇所2箇所3箇所4箇所5、6、7、8、正面図だと8箇所ノコギリ入れました。ここまでできたら、次この枠の外側の部分、この部分はいらないのでこれを取っていきます。はい、正面の余分を取ることができました。多少まだガタつきがありますが、最初はこのぐらいでいいんじゃないかなと思います。正面の余分を取れたら、次は側面の余分を取ります。やることは、正面の時とほぼ一緒。図面を写してノコギリを入れて、でいらないところを取っていく。それでは型紙の枠を写していきたいと思います。はい、型紙が写せました。これができたらノコギリを入れていきます。ノコギリを入れました。ノコギリを入れた箇所は正面の時と同じく入り済みに入れました。1、2、3、4、5、6、7。それでは正面の時と同じようにこの枠の外側、余分なところを取っていきます。正面の余分と側面の余分が取れました。はい、ここから先はパーツを掘り出す、工程になります。側面の余分、このくちばしの下の部分まだ取っていません。これをこのままの状態で取っていくこともできますが、ここを取る前にくちばしの前から見た時の太さをまず出したいと思います。このくちばしの一番太いところ、幅が1センチ5ミリ、片側8ミリ、この赤線の外側は
くちばしではないのでいらない箇所。はい、側面から見るとくちばしは、この荒彫りしたところをつないでいる形なので、こっから下は、くちばしということは、この赤いところはいりません。これをまず取っちゃいます。はい、両方の、邪魔なところが取れました。これができたら型紙を合わせて、改めてこのくちばしの下のところを線を引いて、でこの部分を取ります。ノコギリ入れます。ノコギリ、とりあえず入りました。これができたら、あとは平籐で普通に縁取りと同じく取れると思うので、はい、こんな感じでこれを表と裏やってつなげて、いつも通りやります。くちばしが出ました。次は顔を出します。正面の図を見ると顔はこの幅です。これは測るまでもないですね。荒彫りで取っているこのところを出しているので、ここが頭の幅です。なのでこれを延長します。これがヘラシギの頭の幅で、この外側は頭ではない部分。この頭があって膨らむのはだいたいこの羽があるあたりから全体的に上も下も膨らむと思うので、ここの、ポイントが出ているので、ここから斜めに引きます。でこの上の部分いらないっていうことになります。はい、頭の幅も出しました。それではパーツはとりあえずこれぐらいにして斜めを出していきたいと思います。今このヘラシギ、一周回してみるとこんな感じになっています。少し鳥っぽい雰囲気出てきました。で上から見るとこんな感じ。まだ真四角と言ってもいいぐらいです。ざっと取りますが、鳥なのでこの赤いところはいらないと思います。あと頭も、今頭真四角なのでこれも、四隅を落として八角形丸に近い形にしていきます。はい、頭も、四隅を落として少し丸みを帯びた形になりました。でこれと同じ要領で角張っているところでいらないところを取っていきます。具体的にはこの体のところ、あとさっき出した頭を出したのでここの段差ができています。これも、斜めに取ってここをつなげます。はい、上から見た時のシルエット、少し丸みが出ました。はい、じゃあちょっとくちばしの形を出そうと思います。で鉛筆または赤鉛筆でこの下絵の形を真似て描きます。ではこれに合わせて、傾きを出します。はい、正面から見た時の形、だいたい出たと思います。で、じゃあ次横から見た時、ここも少しカーブを描いて根元に行く。下側は、こう斜めに、くちばしがあって、そこから、またすぼまって根元に向かっていきます。ここが先端があって、ここからすぼまって根元に行く。はい、だいたいこんな形です。でこれも取ります。はい、くちばしの形、大体ですが
出しました。ちょっと、へこんで根元に行く。はい。外側の形が出たら、くちばし自体の斜めを取って形を出したいと思います。ここが一番高くて、ここから斜めに下げる。はい、では次、顔をちょっと、形出したいと思います。これは大体なんですが、くちばしの根元から、このぐらいは取っていいんじゃないかなと。ズバッと取っちゃって、これで、少し目があるところの面を取りました。で、角が強くなったんで、この角も落として、少しですけど落として、で、大体ですけど、目がこの辺にあるっていう感じ。では、今、荒彫りの段階ですので、もう少し面を細かくして、全体の形、もう少し狭めたいと思います。はい、小彫りを進めました。ちょっと一周ぐるっと回してみます。はい、角張った面を取って、全体的に丸みを持たせて、体も、頭も、丸みを持たせました。で、くちばしは、仕上げの、余裕、仕上げをする分ぐらいは残して、だいたい、形出しました。で、ここまで来たら、足を出したいと思います。はい、この足をある程度出さないと体を、もっと攻めることも難しくなってきたので、足を出します。はい、まずやることは、この側面図のこのいらない部分、白い部分を取ってしまいます。はい、まずはこれで、この前の方、この前方の余分なところを取ります。この部分を取ります。では、荒彫りの時と同じように、この、3箇所ですね、入り墨のところにノコギリを入れて取ってしまいます。はい、足の前側を、取ることができました。ここまでできたら、次はもう一回、この側面図、今度はこの足と足の内側、この部分を取ります。はい、この間の部分、切ることができました。これができたら、一度合わせてみます。はい。で、この絵ちょっと、分かりにくいかもしれないんですが、僕の中では、こっちの足が手前側、で、こっちの足が奥側の足にしています。はい、こうやって合わせて、この手前側の足の内側の線を描きます。ちょっと太めに余裕を持って取っていますが、この手前側の足はこの部分になります。ということは、この前側はこの手前側の足ではないということです。足はこういう感じで離れているので、中心線から右側、そしてこの今さっきやったところまでは、いらない場所になるということになります。この赤い斜線の部分はいりません。なのでこれを取ってしまいます。この足の線からこの中心線までノコギリを斜めに入れてしまいます。はい、入れれました。
同じくここの部分とここの部分、同じくこの下の部分では、まずノコギリを入れたように同じく斜めに取ります。ノコギリが入ってるんで結構あっさりと取れます。今は、中心線から足まで斜めに取りましたが、本当はもっと垂直に取りたいので、こういう感じに。なのでここは頑張って取ります。はい、これで、ヘラシギの、左足ですね。左足が入っている部分が出せました。同じ要領で、反対の足、こっちの足の入っている部分も出します。こっちの足が手前に来るので、線を描き、線から外れた、今回は後ろの方がいらない。で、中心線からこっち側がいりません。なので同じように取ります。はい、反対側の足も、余分なところを取りました。これで、両足入っている位置、横から見た時には出ました。では次に正面から見た、足の位置出していきます。で、正面も側面の時と同じようにこのいらない部分を取ります。はい、カットできました。それぞれの足を正面、横で足の形を実際に描いてみます。こういう風に。で、理想の位置が出たら、それぞれ荒彫りしていく。はい、じゃあ先に側面から、取っていきたいと思います。はい、側面から見た時の、太さ多少見直しました。はい、では次正面から、荒彫りしたいと思います。改めて、この正面の足の位置変えていきます。全体の減らし木に対してちゃんとバランス悪くならないように気をつけて。はい、正面から見た時の足の細さ、外側の部分も荒彫りしてみました。本当はこのまま内側も、ドリルやピンバイスなどで穴を開けてしまって、で、形を出してやってしまった方が早いんですが、大丈夫だと思うんですが、これ以上進めると削った時に折れてしまう可能性もちょっとあるので、念のため他の部分をもっと進めて、仕上げぐらいまでやってしまってから足の方もっと進めていきたいと思います。で、この胴体の方、胴体、そして頭、くちばし、これらは今小彫りぐらいの状態で止まっています。なので今あるこの大きな面、これをもっと細かくして、それが終わったら目の形、くちばしの形をもっと攻めていきたいと思います。ではやります。
小彫りが進みました。目を彫り出して、くちばしの形も、少し整えてみました。ヘラのような形、もうちょっと丸みを出してもよかったような気もするし、このぐらいでもよかった気もするし、はい、こんな感じです。で、翼は、結構画像を見るとそんなに胴体と分かれていないし、結構まるっとそのまま、丸っこい形をしていて、ただそれを木彫りでそのまま丸くしちゃうとなんかちょっと味気ない気もしたので、少しだけ段差を出して、で境界を、なくすというか尖ったところを取りました。ここまで来たら、足を細めても多分折れるということはないぐらいまでになったと思うので、足を細めていきます。真ん中、この空間のところを開けてしまいます。でこの時彫刻刀で突き刺していくのは良くないので、ピンバイス、またはペンリュータがある方はペンリュータでやると楽だと思います。今回はピンバイスで穴を開けていってつなげたいと思います。はい、ピンバイスを使って、確実に安全なところを通すように穴を開けます。もうほぼつながっていたようなものなので簡単に穴が開きました。これを数回繰り返します。はい、穴がある程度つながったら薄い平籐や、裏丸なんかでこの穴をつなげちゃいます。はい、とりあえずまだ細いですが穴が貫通してヘラシギの足が2本に分かれました。じゃあこれを、もっともっと細めて内側と外側、厚みを出したいと思います。はい、足の細さ、正面も側面も、ある程度細くしました。まだまだ、鳥の足って考えると太い気もしますが、この、四角の段階であんまり細くしすぎても、丸めた時に違和感が出る可能性もあるので、このぐらいでとりあえず1回、丸めたいと思います。今は、角が4つの四角状態なので8角16角として、大体の形を作って、それから細さを改めて、攻めたいと思います。はい、足の荒彫りができました。では、全体的に荒彫り、そして体全体は、小彫りぐらいまでできているので、ではこの後は、今ある面をさらに細かくして整理で形を決めてしまって、仕上げの段階では、羽毛は、羽毛の流れがあるので、その流れに沿って面をつけていく、ここまでやってしまいたいと思います。はい、彫刻ができました。一周ぐるっと回してみたいと思います。
だいたいイメージ通りには彫れたかなと思います。それではここから、足やくちばしなど、あと目もですね、色を塗っていきたいと思います。はい、ヘラシギ色塗り完成しました。ちょっと一周ぐるっと回してみます。はい、こんな感じです。今回は、いつもの見ながら彫れる動画に比べるとパパッと、工程を紹介するような形で、動画にしてみました。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。